はい、こんにちは。これ、ベストダックです。これからどうやって僕の iPhone 14 Pro Max の電池の持続を、健康状態を 100% を保っているかをご紹介させていただきます。まずは iPhone の設定に行き、で、バッテリーに行き、バッテリーの状態と充電をし、僕の今 iPhone の健康状態は 100% なんですけど、iPhone 買ったのは、iPhone 14 Pro Max の発売日、9月16日、2022年なんで、今現在、1月の2023年なんで、約4ヶ月経っております。この4ヶ月の間、どうやって iPhone の健康状態を 100% 保っているかをご紹介します。まずはこちら。はい、こんにちは。まずは電池の寿命と健康状態を保つための基礎をご紹介します。まずは iPhone の電池を50% から 80% に保つことです。iPhone を完全に満タンまで充電しちゃうと、いろんな問題が発生しちゃうので、バッテリーを最大まで保存しないでください。それと、iPhone は、なるべく最新の OS にアップデートしてください。今、アップデート情報が来てるんですけど、最新のアップデートにしとけば、いろんなバグや電池の保つ方法がアップデートされるので、iPhone をアップデートさせておいてください。iPhone のバッテリーの寿命を良くするために、iPhone のバッテリーの最適化を有効にします。まずは設定に行き、で、バッテリーに行き、で、バッテリーの状態と充電をし、バッテリー充電の適用化をつけます。それにつけることによって iPhone の充電をより iPhone の寿命を増やす充電の仕方ができます。続きまして iPhone の画面表示と明るさに行き、で、ダークモードを有効化してください。ダークモードを有効化することによって、白い部分を黒くできたり、電源つけなきゃ部分を暗くするので、電池が長持ちます。続きまして、常に画面オンのところに行きます。僕はこの設定にしておりますけど、個人によって設定を変えることができます。僕は常に画面がオンをして、壁紙の表示を消してます。そして通知を表示するのを押せます。壁紙はたまについたかついてないかわかんなくなってややこしくなるので、僕は消してます。つけとくの消しとくは人それぞれ好みの関係でつけたり消したりしてください。はい。続きましては、充電に使う充電器や充電ケーブルのことです。充電器と充電ケーブルは、純正品を使ってください。例えば、こちらにあるアンカーというブランドの充電器なんですけど、こちらもアンカーで、マックセーフチャージャーもアンカーなんですけど、確かに安いですけど、安いだけあって、いろんな充電しすぎたり、電池をオーバーヒートさせるので、アップルの純正な充電器や、この MacBook の充電器ですね。アップルが製造している純正品のマグセーフの充電器は、iPhone が熱くなったり充電しすぎると感じたら、一時的に充電を中止して、バッテリーの寿命を長持ちさせますので、Apple の純正品を使うことをお勧めします。確かに、中国産のアンカーは安いですけど、確実に Apple 純正品の方が
長持ちしますし、電池が長持ちもしつつ、もっと電池も優しいので、おすすめします。その代わりちょっと高いんですけど、値段をそんなに惜しまない人は純正品を買ってください。iPhone の電池の寿命を確認する方法があります。まずはこのココナッツバッテリー3というアプリをダウンロードします。無料のアプリなので、リンクを概要欄に貼っておきます。ダウンロードし終わったらアプリを開き、で、最初デスマックって書いてあるんですけど、iPhone をつないで、iPhone の状態を確認できますけど、僕のデザインキャパシティが 100% なんで、最大の電池の持つ量があります。そして、確認するところはサイクルカウントと言いまして、これ何回充電したかということで、何回 iPhone が充電されたかという表示で、それを僕の iPhone は115回です。155回で、100% はいいと思いますので、この、例にある iPhone は、94.3% で217回なんで、僕はほぼ2倍使ってるんですけど、この iPhone は 6% 減ってます。なので自分の iPhone の電池の何回サイクルしたかを確認し、自分は今 iPhone のバッテリーの容量を確認してください。Apple のサイトに言われているのは、500回やると80% まで下がると言われてるんですけど、それが普通なんですけど、ちゃんとした充電の仕方やいろいろやり方をやれば、もっと長持ちすると思いますので、それを考慮して iPhone の電池の寿命を増やしましょう。はい、皆さん、動画のご視聴ありがとうございます。今紹介したのは、ごくわずかなんで、バッテリーの寿命を伸ばすための方法。で、今後、バッテリーの寿命を伸ばしたり、長持ちさせる方法の動画をもっと上げたいと思います。そして今後 iPhone の動画をもっと上げるので iPhone や Apple や MacBook や Apple TV、Apple Watch の動画を上げていくので Apple 関係の動画を今後上げたいと思います。質問やいろいろ聞きたいことあったらコメント欄にお願いします。それと僕ディスコードグループチャット作ってるのでそこで質問がある方はそこで僕に質問してください。ご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。